人類史上最も古くそして最も有名な法原則は何でしょうか。それは古代メソポタミアで制定されたハンムラビ法典に記されたあの冷徹な言葉かもしれません。目には目を歯には歯を。このタリオの原則へタリオニスはしばしば残酷な復讐の象徴として語られます。しかし皆さんはこの原則が人類が初めて無秩序な復讐から秩序ある正義へと移行しようとした画期的な文明の産物であったという側面をご存知でしょうか。現代の私たちが抱く公平さや平等といった抽象的な概念はおよそ4000年前このバビロニアの地に石に刻まれた具体的な報復のルールとして誕生したので、もしあなたの隣人があなたの財産を盗んだり家族を傷つけたりしたらあなたはどうするでしょうか。感情に任せて相手に対してより大きな無限の報復を加えてしまいたくなるかもしれません。地には血をという終わりなき復讐の連鎖こそが古代社会を常に脅かしていた最大の病巣でした。この問題を解決するために紀元前18世紀頃バビロニアの偉大な王ハンムラビは巨大な石碑に法を刻みました。彼の目的は無法状態を終わらせ国家が報復を独占するという極めて現代的な統治の基礎を築くことでした。報復はもはや個人間の私的な感情に委ねられるものではなく公的な権威によって厳格にそして定量的に管理されるべきものとなったのです。しかしここで一つの大きな問いが生まれます。国家が管理し比例原則に基づいた報復は果たして正義と呼べるのでしょうか。あるいはそれは単に無限の復讐を目には目という一対一の形式に制限し制度化した合法的な復讐に過ぎなかったのでしょうか。本日はこのハンムラビ法典を手がかりに人類が初めて直面した正義の定義をめぐる哲学的な旅に出かけたいと思います。私たちは報復エトリブティオンという概念がどのようにして古代の法体系の基礎となりその後プラトンやアリストテレスといった偉大な思想家たちによって社会的な規範や内面的な徳へと昇華されていったのかを探ります。ハンムラビ王が石に刻んだ法は現代の私たちが当然と考える普遍的な平等とはかけ離れていました。彼の法は貴族平民奴隷といった厳格な階級制度に基づいて適用されていたからです。この事実は初期の正義の概念がいかに社会構造と密接に結びついていたかを物語っています。私たちはこの古代の規範を現代の量刑の在り方や法の平等の原則と対比させながら人類が4000年かけていかに正義の概念を抽象化し進化させてきたのかを分析します。報復から始まった正義の道のりは一体どこへ向かうのでしょうか。この深遠な問いに答えるためにはまずハンムラビ法典が誕生した背景とその権威の源泉を理解する必要があります。それは単なる法律の歴史ではなく人類が文明を築く上で最も重要なステップすなわち秩序を創出する物語だからです。ハンムラビ法典が制定されたのは紀元前18世紀頃メソポタミア地方の中心に位置するバビロンの時代です。ハンムラビ王は長きにわたる戦いを経てシュメールとアッカドの領土を統一し広大な帝国を築き上げました。彼の治世は軍事的な成功だけでなく大規模な灌漑システムの整備や行政の効率化など内政面での発展が特徴でした。しかし多くの都市と
多様な民族を統合した帝国を維持するためには、共通の規範と予測可能な社会秩序が不可欠でした。それこそが、ハンムラビ法典が必要とされた最大の理由です。この法典の権威を支えたのは、王自身の力だけではありません。法典が刻まれた玄武岩の石碑の頂上には、ハンムラビ王が太陽神であり、正義の神であるシャマシュから法を受け取る様子が彫られています。これは、法が人間の恣意的な命令ではなく、天上の秩序、すなわち、神の不変の意志に基づいていることを宣言するための視覚的なプロパガンダでした。古代の社会において、法律の正当性は、多くの場合神聖な権威に由来しました。王は、神々の代理人として、地上にディナ裁きとミシャール正義をもたらす義務を負っていました。この真剣的な正当化は、広大な領土の住民に対し王の権威に対する異論を宗教的な冒涜とみなさせることで、服従を確保する強力な手段となったのです。法典の内容は単なる刑法典ではなく、社会のあらゆる側面を網羅していました。農地商業取引、家族法、そして、もちろん個人の体への侵害に関する規定です。これに頼俊の証人から農民奴隷に至るまで、すべての臣民が従うべき明確なルールが初めて文字で示されたのです。特に重要なのが、この社会が明確な三層構造を持っていた点です。支配階級の自由民アビルム、平民従属民ムシュケーヌム、そして奴隷ワルドゥムです。ハンムラビ法典における正義は、この身分階級構造を前提として成り立っていました。例えば、貴族同士が争った場合と、貴族が平民を傷つけた場合では、適用される法律が異なります。現代の私たちは、法の下の平等を当然と考えますが、ハンムラビの時代において法とは、既存の社会秩序と階級制度を維持するためのツールであったと言えます。この法典が生まれた背景には、当時の社会が抱えていた深刻な課題、すなわち復讐の連鎖を断ち切る必要性がありました。私的な争いが生じた際、当事者やその士族が感情に任せて過剰な報復を行うと、その報復がまた新たな復讐を呼び、最終的には社会全体の崩壊につながりかねません。古代社会における法は、まさにこの無限の復讐に対するストッパーとして機能しました。ハンムラビ法典は、復讐を完全に禁止したわけではありません。むしろ復讐を国家の管理下に置き、その範囲を正確に測定することで、社会の安定を確保しようとしたのです。この視点から見ると、目には、目をという原則は、残酷さの極致というよりも、比例原則という合理性の追求であったことがわかります。あなたが得た損害以上の報復を加えてはならないという明確な上限を設定したのです。したがって、ハンムラビ法典は、報復という人間の根源的な感情を国家秩序という理性的な枠組みの中に組み込む文明史上初の試みでした。それは、正義の概念が感情的な満足復讐から社会的な安定と予測可能性法へと移行する歴史的な分水嶺だったと言えるでしょう。古代の賢人たちは、法のない状態、すなわち自然状態がもたらす恐怖をよく知っていました。彼らにとって、ハンムラビ法典は、神の恩寵によって与えられた、この地上のパラダイスを維持するための不動の基盤だったのです。ハンムラビ法典を語る上で避けて通れないのが第196条から始まる目には、名王の原則です。
この原則は、タリオの原則へタリオニスと呼ばれ、文字通り道外報復を意味します。例えばもし自由民が他の自由民の目を潰したら彼の目も潰されなければなりません。歯を折ったら相手の歯も折られなければなりません。これはまさに報復そのものです。しかし重要なのはこの報復が厳格な1対1の比率に限定されていたという点です。もし法典がなかった時代であれば目を潰された者は相手の目を潰すだけでなくさらにその家族に危害を加えたり財産を奪ったりすることで無限に復讐をエスカレートさせたかもしれません。しかしタリオの原則は報復の権利を認める代わりに目以上の報復を厳しく禁じたのです。この観点からタリオの原則は単なる復讐ではなく復讐の制限として機能したと解釈されます。それは社会の安定を目的とした極めて実用的な手段でした。復讐という根源的な感情を満足させつつ社会的な秩序を維持するための古代の知恵であったと言えるでしょう。この比例原則は哲学的には交換的正義オンムタティヴェ・ウスティッチェの初期形態とみなされます。交換的正義とは個人間の取引や相互作用において厳密な算術的平等すなわち損害と賠償または刑罰の均衡を追求する概念です。アリストテレスは古代ギリシャにおいて正義を大きく2つに分類しました。一つは個人の功績に応じて富や名誉を分配する配分的正義幾何学的比例網。一つが個人間の関係を規律し失われた均衡を取り戻す強制的正義算術的平等です。タリオの原則はまさにこの強制的正義の原点に位置します。しかしタリオの原則が抱えていた大きな問題はその厳格すぎる結果責任の追及でした。ハンムラビ法典では行為の意図よりも行為がもたらした結果に焦点が当てられています。例えばある自由民が手術の失敗により他の自由民の目を潰した場合石の腕は切り落とされます。これは過失であっても結果が損害をもたらした以上報復の対象となるのです。後のローマ法や現代法が重視する行為者の故意や過失の程度、罪の意識遠征やといった内面的な要素は、この古代の法典にはほとんど見られません。古代の法は、まず秩序を回復することを最優先し、そのために内面的な動機を考慮に入れる余裕がなかったと言えるでしょう。これは、法が人間の倫理や道徳内面の規範から独立し、社会の外部的なコントロールシステムとして機能し始めた初期の姿を映し出しています。ハンムラビ法典に対する現代的な最大の批判点は、目にはメオの原則が普遍的に適用されなかったという事実にあります。法典は明確に社会階級に基づいてペナルティを使い分けていたのです。もし自由民が平民の目を潰した場合、その自由民の目を潰す代わりに、銀一minaという罰金を支払うことで済みました。さらにもし、貴族が奴隷の目を潰した場合は、奴隷の価値の半分を奴隷の所有者に支払うだけでよかったのです。この規定は、ハンムラビ法典における正義が、現代の私たちのように、人権の平等に基づくものではなく、身分の価値に基づくものであったことを明確に示しています。奴隷の目や生命は自由民の財産の一部として扱われており、その損害は身体の損傷ではなく、財産の損失として賠償の対象となったのです。
この階級に基づく不平等な裁きは、法典の序文で謳われている強者が弱者を抑圧するのを防ぐという崇高な理想と激しい矛盾をきたします。法は平等の理念を実現するための道具というより、むしろ既存の社会階級を永続的に固定化するための装置として機能していたのです。しかし、この不平等こそが当時の社会安定に不可欠だったという見方もあります。統一されたばかりの帝国において、貴族階級の権利と特権を法によって明確に保障することは、彼らの反乱を防ぎ、王権への服従を確保するための政治的な妥協であった可能性が高いのです。この古代の階級に基づく不平等の原則は、現代の法律議論にも深く関わってきます。例えば現代社会において、経済的な地位や人種的背景が、領刑や司法へのアクセスに影響を与える場合、それは、古代バビロニアの階級社会と実質的な不平等という点で、共通の構造を持っていると言えるかもしれません。ハンムラビ法典の分析を通じて、私たちは法が持つ二つの顔を認識する必要があります。一つは恣意的な暴力を制限し、秩序をもたらす進歩的な側面も、一つは既存の権力構造を強化し、不平等を固定化する抑圧的な側面です。ハンムラビ法典が提示した報復的正義は、その後の人類の哲学的な探求の出発点となりました。古代ギリシャの哲学者たちは、単なる目には目をという外部的な報復を超えて、正義の本質を探り始めます。プラトンは国家の中でソクラテスを通して正義が強者の利益に過ぎないというトラシマコスのような懐疑論者たちの主張に反論しました。トラシマコスは、法律とは支配者が自らの利益のために作った規則であり、正義とは権力者の恣意的な意思に他ならないと主張したのです。この主張は、ハンムラビ法典の構造すなわち法が神の権威を装って王の権力を強化し、階級制度を固定化していたという事実と驚くほど共鳴します。しかし、プラトンは真の正義は外部的な報復や政治的な権力構造にあるのではなく、魂の内部的な調和にあると説きました。アリストテレスは、さらに一歩進め復讐と刑罰正義を明確に区別しました。後世の哲学において、復讐エベネは感情的過去思考的な行為とみなされます。それは、憎しみや苦痛の相互作用によって駆動され、しばしば過剰な残虐性に陥ります。一方で、アリストテレス以降の哲学における刑罰ウニスメンは、理性的未来思考的なものとして定義されました。刑罰の目的は、単に過去の損害を償うことではなく、犯罪者を矯正することあるいは他の人々への抑止力として機能すること、将来の社会の善のためにあるとされたのです。ハンムラビ法典のタリオの原則は、厳格な道外報復を要求することで、報復と強制の境界線上に立っていました。その意図は、主に報復でしたが、公的な形で処罰を規定したことにより、結果的に抑止力として機能しました。この法の明確性こそが、後に続く哲学的な議論の土台となったのです。さらに、哲学的な正義の概念は、単なる物理的な損害の均衡交換的正義から、より抽象的な不正な利得レオネヒアの排除へと進化しました。不正とは相手から不当な利益を得ること、つまり財産を奪ったりしかるべき敬意を否定したりすることであると定義されたのです。
この進化により正義は、単に肉体的な報復を超えて、権利と義務の公平な配分という、より、工事の社会的な目標へと、結びつけられるようになりました。また、後の啓蒙思想ロック、ホッブズ・ルソーは、法と正義を社会、契約に基づいて捉えました。個人は、私的な復讐権を主権者に譲渡し、その代わりに集団的な安全と、明確な権利を得るという考え方です。ハンムラビ法典は、神の命令によって法が、上から下へと、与えられたのに対し社会、契約論では法は、自由で平等な人々が水平的に合意した結果として生まれます。この対比は、人類が法的正当性の根拠を超越的な権威から、理性的な合意へと移行させた、歴史を明確に示しています。ハンムラビ法典は、人類が最初に社会的な秩序を維持するために、感情復讐を理性比例原則によって制御しようと試みた、その最も古い証拠なのです。現代の法、哲学、特にジョン・ロールズの構成としての正義は、ハンムラビのような古代の具体的で、経験的な報復の概念から大きく離れています。ロールズは、正義を個人が自分の社会的な地位や能力を知らない無知のベールの背後で、理性的に合意する原理として捉えました。ロールズ的な正義は、厳密な報復やハンムラビのような階級に基づく比例性を超越し、基本的な自由の平等と、最も恵まれない人々の利益を最大化する格差原理に焦点を当てます。この進化は、正義の概念が外部的な損害の均衡からシステム全体の公平性へと、その焦点を移してきたことを示しています。ハンムラビ法典は、社会の基本構造の公平性についてほとんど言及せず、ひたすら個々の行為の懲罰的な結果に焦点を当てました。ハンムラビ王にとって法典は、単なる法律の羅列ではなく、帝国の安定を保障するインフラそのものでした。統一された法律を持つことで、複雑な商業取引が円滑になり、紛争解決が迅速化し結果として、帝国の経済的繁栄が促進されました。しかし、この秩序の維持には、強力な権威が必要でした。それが、シャマシュ神からの委任という形で、具現化された真剣的な権威です。法典の序文とエピローグは、王を正義の羊飼いとして描き出し、弱者を守るという積極的な役割を強調しています。この神によって統治されるという発想は、古代の統治において不可欠でした。なぜなら、人間の理性がまだ絶対的な法規範を生み出せない時代において法に絶対的な普遍性を与えるためには、時間を超えた超越的な存在の保証が必要だったからです。もしハンムラビ王が単に私がそう決めたと言っただけなら、彼の死後あるいは領土の反乱によって法は簡単に崩壊したでしょう。しかし法が神から与えられたものであれば、次の支配者もこれを遵守し、法は数世紀にわたってメソポタミアの法体系の基礎として存続することができました。実際に法典はバビロニア滅亡後も教材として使用され続けました。この古代の権威の構造は、現代社会においても法律の正当性がどこに由来するかという議論に影を落としています。現代の民主主義社会では、法は人々の合意世俗的な正当性に基づきますが、もしその合意が崩れた場合、法を支えるべき究極の価値がどこにあるのかという問いに直面します。ハンムラビ法典の分析は、
遠い過去の話ではありません。特に現代、日本社会が抱える倫理的な課題や司法制度の運用方法と深く結びついています。応用1、量刑の比例原則の継続。応用2、司法における実質的な不平等。応用3、法の透明性と信頼。では、この古代の知恵から私たちはどのような問いを引き出すべきでしょうか。ハンムラビ法典が私たちに教えてくれるのは、正義とは固定された不変の概念ではなく、常に社会の構造権力のダイナミクスそして時代の哲学によって形作られてきた闘争であるということです。さて、私たちは人類最初の正義は報復だったのかという問いをハンムラビ法典を通じて深く掘り下げてきました。最終的に得られた主要な洞察を整理しましょう。第一に、ハンムラビ法典のタリオの原則目には、メオは単なる復讐の推奨ではなく、無制限の私的な復讐を制限するための文明史上初の公的な規定であったという点です。これは法が個人の感情的な動機を国家の理性的な枠組みの中に組み込む決定的な一歩でした。第二に、この正義の概念は普遍的な平等を前提としていませんでした。ハンムラビ法典は貴族平民奴隷という厳格な社会階級を前提としており、罰則は身分に応じて明確に異なりました。この事実は古代の法が既存の社会階級構造を維持するための道具としての側面を強く持っていたことを示しています。第三に、ハンムラビ王は法を太陽神シャマシュからの神聖な委任として提示することで、その法律に不変の権威を与えました。これは世俗的な権力が超越的な権威を利用して、その統治を正当化し、社会秩序を長期的に安定させるための古代の政治的な知恵であったと言えます。ハンムラビ法典は、私たちに法律とは常に理想と現実の間の妥協点であることを教えてくれます。秩序への強い願望と人間の復讐心そして古代の厳しい社会階級という3つの力が交差する地点にあの巨大な石碑は立っているのです。このテーマに関心を持たれた方はさらに以下の作品や思想をたどることで正義と報復の概念の進化を深く理解することができます。推奨作品思想。ハンムラビ法典は人類が文明を手に入れた代償として復讐心を理性的に制御し階級という不平等を固定化したその矛盾に満ちた証拠です。この古代の法典を学ぶことは私たちが今享受している法の下の平等がいかに奇跡的で同時にいかに脆い基盤の上に成り立っているかを再認識する機会となるでしょう。真の正義を追求する旅は古代メソポタミアの石碑の前から今も続いています。本日も最後まで視聴いただき誠にありがとうございました。この資源な分析が皆さんの知的な旅をより豊かなものとすることを願っています。また次の作品でお会いしましょう。